影響力はあるけれども権限がないというのが一番美味しいよねというのを今日本で一番多く使っている人というのがフジテレビ相談役の日枝さんだと思います。フジテレビホールディングスの相談役っていうポジションでフジテレビの社長とか会長とかも日枝さんに関しては記者会見の時に敬語で日枝さんがおっしゃられてみたいな言い方をしたらしいんですよね。本来であれば同じ会社の人に対して敬語は使わないんですよ、日本人は。うちのヒエダが言ってましたけど、みたいな言い方をするんですけど、やっぱね、おっしゃられたってなってしまうみたいな。これ僕見てないんですけど、記者会見実はまだ1秒見てないので。日本なりのシステムの組み方っていうので、権限を持ってないけども、ある程度影響力を使うことで、物事をうまく使うっていうのが、やり方としてはずるいんですけど、でもね、日本はね、結構ね、このやり方がね、うまくいくことが多いんですよね。僕も最近まで知らなかったんですけど、フジテレビという会社って上場していて、いろんな人が株を持ってるじゃないですか。富士山系グループという形で、産経新聞とか富士山系ホールディングスとかあるんですけど、じゃあ、誰が名義上、富士山系ホールディングスの下にフジテレビがあります。産経新聞があります。じゃあ名義上、誰が一番権利を持ってるんですかっていうのって、普通、フジテレビが偉いんじゃないのとか、新聞社が産経新聞だから偉いんじゃないのみたいな。テレビ朝日と朝日新聞だったら朝日新聞の方が偉いよねとか。で、そこと事業会社が偉いんじゃないかというふうに多分思うんだと思うんですけど、富士山系ホールディングスというグループの中で一番決定権を持っている組織はどこでしょう？正確に言うと、ちょっと前までね、今はまたずれたんだけど、ちょっと前まで一番決定権を持っていたのが、箱根彫刻の森美術館だったらしいんですよ。多分ね、これ昭和の人たちはね、箱根彫刻の森美術館っていうのを知ってると思うんですけど、フジテレビでなぜか空いてる時間にやたら箱根彫刻の森美術館の CM が流れるみたいな、わけのわかんないことがあったんですけど、箱根彫刻の森美術館という組織が、確かね、40% ぐらいね、富士山系グループの株を持ってたんですよ。なので実は決定権がある人が彫刻の森美術館だったっていう時代があるんですよ。彫刻の森美術館ってが上場企業とか企業でもないので、なので、そこを牛耳っているおっさんっていうのが、会社法上は何の権限もない人が、彫刻の美術館っていうのをやってて、で、そこの偉い人っていうのが自由にコントロールできたっていう謎の時代があったんですよ。で、それがおかしいよねっていうので、箱根彫刻の森美術館が偉いという状況を変えたのが、今のフジテレビ相談役の日枝さんらしいんですよ。フジテレビ日枝さんが箱根彫刻の森が持っていた富士山系ホールディングスの株を日本放送に持たせることにして、彫刻の森美術館の権限を減らしたんだけど、日本放送がなぜかフジテレビを持っているという構造になったので、じゃあそれ買っちゃえばいいんじゃねっていうので、ホリエモン登場っていう20年前に起きた話っていうのが、実はそういう伏線があった。今のフジテレビ問題っていうのも、実はそのホリエモン関わってるっていうので、ホリエモン今大人気っていう、そういう状況でもあるんですけども、はい。いや、僕ね、長谷川豊さんが言ってることはね、話半分じゃないかなと思ってるんですよね。例えば、じゃあ辞めて12年経ってる会社の中のことが細かく分かってるタイプの人と分かってないタイプの人2種類に分かれてて、僕はドワンゴとか、離れて基本的にもう中のことは全く分からないんですよ。知り合いとか仲間とか元同僚とかもいるので、ある程度聞いてそうなんだとかっていうのがあるんですけど、でも基本的に別にドワンゴニコニコ動画のスタッフの誰がどういう動きをしてどうしてるとかって別にそんなに興味もないので、聞きもしないので、あ、そうなんだ、ふーんっていうぐらいなので、長谷川豊さんが誰がこうなってるみたいなことを言うじゃないですか。あれ多分話半分なんじゃないかなと思うんですよね。元フジテレビの長谷川豊さんっていうアナウンサーの人で、ニューヨークの支店かなんかに行って、横領かなんかで辞めたんだっけっていう人がいるんですけど、で、その人が言ってて、割と一理あるなと思うけども、推論の先が間違ってると思ったのがあって、文春が9000万円お金をもらったという風に書いてるのが、なぜ9000万円なのか問題っていうのを話してて、ある程度伝聞で言われた場合って1億円くらいっていう言い方をするんですけど、それが1億円くらいではなくて9000万円となぜ断言できたのか。で、それが断言できたということは、それが噂で聞いたとかではなく、当事者が語ったのだろうという推測をしてるんですよ。で、そこの当事者として、港社長ですとか、フジテレビの社員ですとか名前が出てたんですけど、そこ間違ってます。多分、そこ伝聞です。僕が今のところ報道されている情報が正しいのだとすると、9000というのは正しいです。ただ、
被害者である A 子さんが9000万円もらってない、そんなにいっぱいもらってないのも多分正しいです。で、その心は9000万円というのを中井くんが振り込む相手は誰かっていうと、弁護士事務所なんですよ。弁護士事務所に多分9000万円振り込んだんですよ。でも、弁護士事務所が被害者 A 子さんに払った金額はそんなに大きな金額ではない金額を払ったんだと思うんですよ。9000万円ももらってませんというのが正しいのだとすると、多分被害者 A 子さんは9000万円ももらってないんですよ。9000万円からそんなにもらってないという金額、これいくらわかんないけどね。8900万円だったらそんなにもらってないって言われてるから、僕多分ね、2、3割抜かれてるんじゃないかと思うんですよね。弁護士事務所が受け取って2、3割抜いて被害者の方に払っていて、なので被害者の人は、そんなもらってないよ。なんで9000万円になってるのっていうのが、多分言ってることの当事者が正しいのだとすると、そういうことなんじゃないかなと思ってるんですよね。で、そうすると、文春に垂れ込んだのは誰かっていうのでいくと、弁護士自身が垂れ込んでると考えると、いろいろ信憑性が立つんですよ。要するに9000万円ってなんで断言できたのっていう問題とか、病院の中の話っていうのが、知人が出してるんですけど、知人が医者との話とかってそんなに出せるわけないよね。で、そうすると、友人とかでもそこまで出せるわけないよねと考えると、中井さんと9000万円の示談交渉するときに、起きた出来事の全てを知っている人が交渉しなきゃいけないじゃないですか。ってなると、多分被害者の A 子さんは、その弁護士に全て話をしました。で、その情報を持って中井さんと交渉しました。で、その後に文春に情報を流すっていうのをやっているのではないかというのが、今のところ公開情報として出てるのでいくと、友人とかがそこまでの情報を知り得なくねとか、病院の中の話とかって友人じゃ入れないし、医者との話なんか聞けるわけないよね。っていうので、実は弁護士がかなり立ち回ってるんじゃないかという気がするんですよね。ここは証拠はないんですけど、公開情報で9000万円払ったって言っている側、払ったという情報で、それを否定しない中井さん。9000万円ももらってないと女性成分かなんかで言っている被害者。っていうので行くと、9000万円払いました。でも被害者は9000万円言ってません。っていうと、真ん中の誰に払ったかで、弁護士事務所に払うは、これは示談の時は当然の行為なので、弁護士事務所を経由してるのは多分これ合ってるんですよ。そうすると、弁護士事務所から被害者 A 子さんの間にお金が抜かれてるはずなんですよ。そんなにもらってないっていう、そんなにと言われるぐらいの額を抜いてるんですけど、だからひょっとしたら、被害者 A 子さんも、本当は中井さんがいくら払ったのかを知らないのではないかっていう気もするんですよ。示談をしますという示談書のサインを書くとか、文句を押すとかは、被害者 A 子さんやるんですけど、実態として、じゃあ金額に関してはそこの示談書には明確に書かないっていうのはあるんですよ。なので、そうすると、本当に被害者 A 子さんは、いやいや、そんな9000万円なんて額じゃないよ。私振り込まれたその額じゃないもんと。でも、それはいくらですとかは、示談の項目に触れるかもしれないから言いませんってなると、実は弁護士がいくら抜いたのかっていう、そういう問題になってくるんじゃないかっていう話だと思うんですけど、はい。なのでね、弁護士さんが正確にいくら抜きました、そんなに抜いてませんとかっていうのを言ってくれれば、僕の疑惑は晴れるので、なんかあんまり抜いてないのであれば、あんまり抜いてないと公開情報で言ってくれれば、あ、そうなんだ、ふーんって僕は思うので、はい。ご自身でフジテレビの株を買って株主総会で文章を訴える株主を出してほしいな。最高に注目される株主総会になりそうな気が考えします。僕は長期的にはテレビ局というのは価値がどんどん下がっていくと思っているので、株価が維持できなくなるんじゃないかなと思ってます。20代でテレビを買わない人が多数派で、多分30代の一人暮らしもテレビ持ってない人がもう多数派なんじゃないかな。結婚している人はテレビ持つんですけど、もうテレビを持たないというのが当たり前な社会が実はもう生まれつつあるっていうのがあるので、テレビ局もそれが分かっていて、テレビ局って何で売り上げ上げてるのっていうと、実は不動産だったりするんですよね。TBS も赤坂近辺の不動産で儲けてます。で、フジテレビも不動産で儲けてますってなって、実は不動産事業だったりするのですよ。テレビ局事業はそこまで儲からんっていうのがあって。なので、財産として考えると、フジテレビというか不動産屋に投資するぐらいだったら他に投資した方がいいよねというふうに僕は思うので、投資対象としてのフジテレビとかテレビ局というのは僕はあんまり考えてないです。はい。1月31日の文春訂正の医者が勝手に封を開けたというコメントでしたが、手続き的に多分そんなことはないかなと思いました。勤務が入ってないかチェックありますか？おそらく被害者の方が入院していた同じ病院でこそあってあります。31日の文春の前のやつかなんかで、被害者の方が封を開けたら受け取ったことになるので開けないという風に断言してるんですよ。なので、その時点で開いてないんですよね。封を開けない、なぜならそれを受け取ったことになるから断言していて、多分病院の方では封が開けてない状態で、被害者 A 子さんのところにその封筒が来てるんですよ。で、
もし勝手に開けて何か危険なものがあるよねという話であれば、封を開けてしまったら受け取ったことになるという発言が出るはずがないんですよ。だってもう開いてるんだもん。封を開けたら開いてることになると言っているという時点で、あれは開いてない状態で A 子さんの手元に来たという話なんですよ。ところがどっこい、2週間後かなんかで、医者が確認したところ、スマホスタンドと20万円が入っていたってなってるんですよ。で、A 子さんが心変わりした可能性、開けてくださいと言った可能性、それがあるんだったら、確かに A 子さん心変わりしました。なんですけど、A 子さん心変わりしたら書いてないんですよ。X 子さん、ごめんなさい。X 子さんが心変わりしたというのが書いてないのであれば、そうすると X 子さんは受け取ったことになるから封を開けないと言ったにもかかわらず、開けた第三者がいるんですよ。で、それは医者じゃないかもしれない。医者じゃないともっとまずいよね。友達なのか、弁護士なのか、家族なのか知らんけど、本人でもないやつが開けて、医者が確認したところ、スマホケースと20万が入ったのがあるので、医者以外の誰かが開けたのを医者がどれどれ何が入ってるのかなっていうのを見たっていう。なので医者の家族がやばいのか、医者がやばいのかっていう話なんですよ。X 子さんが封を開けないという風に言ったというのを多分無視して今このスパチャ書いてると思うんですけど、そもそも X 子さんは封を開けないと言ってる時点で封が開かない状態で X 子さんのところに来てるんですよ。なのでそこの事実の認識が間違ってるんじゃないかなと思います。フジテレビが大変なことになってますが、スポンサーが本当に離れるまで逃げようとしたんですかね。今までそこまでいらなかったんだと思います。トヨタを含めフジテレビにびっくりしました。今までいらなかったのはなぜフジテレビの広告を撤退してくれたんでしょう。キャンセルカルチャーです。フジテレビにスポンサードしてるとクレームが来るからめんどくさいからとりあえず下ろすっていうのをやった企業がいて、他の企業が出してるのなぜ御社をやるんですかっていうのが来るからめんどくさいから下ろすっていう、めんどくさいから下ろすというキャンセルカルチャーの問題で、フジテレビがやった本当に悪いことは何なのかっていうのが、僕は今のところそれを確定した事実で言ってる人を聞いたことはないです。こう言われてるよねとか、被害者がこうなってるんだからそれはフジテレビのせいだよねとかで、中井くんの家に誘ったのが上司であるという話が事実なのであれば、それはじゃあ会社の上司が誘ったのだからそれは会社が関与しているというのは確かに言えるんですけど、文春がそれを否定していて、会社の上司である A さんはそれを知りませんでした。被害者 X 子さんに中井さんが連絡をして X 子さんが中井さんの家に行きましたという話なので、これは会社が関与する部分はありませんでしたっていう発表をフジテレビはしてるんですよ。で、フジテレビがこれ嘘ついてるって断言するのであれば、その証拠を知りたいです。上場企業の役職を持ってる人が記者会見で言ったことが嘘である、デマであるというのであれば、やっぱそれ相応の証拠は必要だと思うんですよ。きっとフジテレビだから嘘をついてるよねとかっていうのであれば、それだったらなんかもう何にでも言えるじゃないですか。あくまで僕は証拠があるという状況で判断したいんですよ。で、証拠がないのであれば、名前を出して顔を出して覚悟を持って証言している人がいるのであれば、その人の証言を信じるというのがあるんですけど、今のところ証言をする人もいないんですよ。X 子さんは自分では言わないと言っていて、で、X 子さんも出てこないと。X 子さんの友人と言われる誰だかわからない人が雑誌を経由してコメントが出ているけど、でそれも雑誌社が適当にでっち上げた話なのかどうかもわからない。文春は少なくとも書いてる文章の中に矛盾が発生している。なので全てが真実とは思えないっていうのがあったりするので、今のところ僕は事実は確定してないんですけど、キャンセルカルチャーで下ろされているというふうに認識しています。報道にならないような話っていうのは日本中いくらでもあるんですよ。報道にならないような例でいくと、例えば昔からテレビ局の問題っていうのは報道にならなかったよねっていうのがあって、ようやく最近になるんですけど、あとならないのが JR キヨスクコンビニも問題にならないんですよね。結局じゃあ今回問題になったのって雑誌社、文春だったりが報道した結果なんですけど、文春ってコンビニとキヨスクを敵に回したら潰れるんですよ。キヨスクって駅にある雑誌を売っているコーナーね。駅にあるコンビニだと思ってください。コンビニを敵に回して、コンビニが文春起きませんってなったら、文春すぐ潰れるんですよ。文春オンラインとかあるので、オンライン文春って払う人だけでなんか細々とやるかもしれないですけど、文春が確か60万部とか売ってるのかな？だから月間でいくと240万部とか売ってると思うんですけど、それも定期購読してる人なんてほとんどいなくて、本屋で本買う人もほとんどいないじゃないですか、今は。結果としてコンビニとか、今でいうキヨスクかニューデイズか。っていうところで買われるんだけど、そこら辺が、じゃあコンビニとかニューデイズがもう一切文春取り扱いませんよっていうと、文春潰れるんですよ。なので、文春ってコンビニとか JR とかの文句は書かないっていうのがあったりするので、今回
フジテレビ問題もテレビは及び腰だったんですけど、雑誌がやってネットが騒いだってなるんで、でもね、雑誌が騒ぐといくよねなんですけど、雑誌に対して影響力が強い JR コンビニっていうのが今後は聖域になるんじゃないかなと思うんですよね。コンビニもフランチャイズのお店に結構ひどいことやってるよねっていうのがあって、コンビニ店長になって1日12時間労働、16時間労働が1年続きました。休みを取った日がいつだか分かりませんみたいな話ってあるじゃないですか。あれはコンビニオーナーっていうのを自分で選んだ個人事業主なんだからそれは仕方ないよねっていう論理で法律上になってるんですけど、コンビニのご主人さんって自分のコンビニで売る店を決めることができないんですよ。近所で取ってきた畑の大根とか売ろうと思ったら、はい、それアウトですっていうので、自分で決める権限っていうのがほとんどないんですよね。これ仕入れろって言われたら仕入れなきゃいけないし、例えばロッピーみたいなマルチ機能端末みたいなの、そんなん入れたくねえよって言っても断れないんですよ。これ入れないんだったら、じゃあ加盟店契約切りますよ。明日からローソンの看板外しますよみたいなの言われて、で、商品とも入らなくなるから、もう渋々命令聞かなきゃいけないってのがあって、ある種奴隷契約みたいなとこあるんですよね。昔、松屋っていう牛丼屋さんが、店長が実は社員ではないっていうのをやったんですよ。社員の場合だと、労働時間とかっていうのをちゃんと制限しなきゃいけないし、契約をして松屋で働いてるだけで、松屋の社員ではないっていう構造にしてたんですよね。それで結局残業代払いませんとか、労働時間めちゃくちゃ松屋の店長長いですっていうのになって、すき家か。ごめん、間違えました。すき家でしたね。牛丼屋さんが、これってもう従業員と変わらんよねっていうので裁判を起こして、で、個人事業主じゃなくて実態としては従業員だよねっていう形で従業員が勝った。でもコンビニって未だに実態としては従業員じゃねってなってるんだけど、そこら辺の争いってほとんど表に出ないんですよね。テレビもコンビニの CM いっぱい流してるし、っていうのでコンビニを敵に回すとテレビとか雑誌も立ち行かなくなるので、そういう意味でいくと権力者も実はコンビニなんじゃないかなっていう、そんな感じがしますけども、はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。